皆様こんにちは。今回は春の海外旅行に向けたパッキング動画を撮ってみようと思います。 CA の仕事をしていた時から持ち物があまり変わっていないので、今の時代にはもっと便利で賢いグッズがあるかもしれません。もしおすすめなどがあればコメント欄で教えてください。まだ少し時間があるので買い足します。それでは注意事項のある食料品の持ち物からご紹介します。せっかく海外旅行に行くのなら、旅先の現地フードを楽しむのが大前提なのですが、少し胃が疲れてしまった時や、夜遅くにホテルに到着してちょっとだけ小腹が空いている時など、こういったものを持っていると便利です。ただ入国の際、持ち込みに注意が必要なものが食料品にもありますのでご案内します。まず肉類はほとんどの国で持ち込み禁止品です。肉そのものだけではなく、エキスが入ったものも一切ダメな国が多いです。アメリカやヨーロッパの国々は特に厳しいので、裏面の原材料のところを必ずチェックして購入するようにしてください。梅干しやお米を使った製品においても、個包装されている市販のものの方が検疫を通りやすいので、レトルトパウチ品を持っていきます。続いて日本茶のティーパックとフリーズドライのお味噌汁です。日本茶のティーパックは粉末のものだと水に溶かして飲めるので、夏などはおすすめなのですが、やはりお湯で蒸らして入れる方が美味しいので、今回ねまだ肌寒い季節に旅行に行くのでこちらにします。お味噌汁は生味噌タイプも美味しいのですが、少しでもお荷物を軽くしたいので今回はフリーズドライにします。こちらも裏面の原材料は要チェックです。そしてこれらには温かいお湯が必要になるのですが、実は私ホテルのポットや食器類を信用していません。 CA 時代都市伝説のような話をたくさん聞いたからというのもあるのですが、恐る恐る使うよりは持参したいと思っていて、かねてよりトラベルクッカーというものを使っていたのですが、重いんですよね。しかも最近はお湯だけが必要なことが多いので、こちらの旅ケトルというものを購入してみました。電源コード込みで 700g と、私が使っていたトラベルクッカーからすると半分ぐらいの重さです。ビニール臭が気になる、だけどクエン酸洗浄液で良くなりましたという口コミがあったので、100均のねクエン酸のものでも一緒かなとは思ったのですが、1回の量なども知りたかったので、今回こちらのねクエン酸洗浄剤も一緒に購入しました。こんな感じで広げるとしっかり立ちます。クエン酸洗浄する前から私はそこまで匂いは気にならなかったのですが、洗浄したらより気にならなくなりました。そしてこちらの品々はなくてもなんとかなりますが、あると便利なグッズたちです。アイラップは湯煎できるので、こちらにお粥を入れて湯煎し、アイラップのままホテルのマグカップに入れてお粥を食べたりしています。見本のために箱を出していますが、5、6枚持っていきます。ゴミ袋もあるといろいろ使えます。洗濯物を入れたり、濡れたものを入れたり、とっても役に立つので5、6枚は必ず持っていきます。こちらはチーズやバターを持ち帰りたいので持っていきます。旅先で購入するクッキーやグミなど、日本から持っていくおせんべいなど、一度で絶対に食べきれないので、こういったものを持って行って止めておきます。これらはなくても大丈夫ですが、持っていると旅のクオリティが格段に上がるので、いつもこのようにセットにして持ち歩いています。入れ忘れていました。このディスポーサル手袋、意外と使います。ホテルのお風呂の排水がいまいちな時ってありませんか？今まで結構な回数であったんですよね。それが夜中だとホテルの人に対応してもらえなかったりするので、念のため持っていきます。娘と2人の旅行だと夕ご飯をホテルの部屋で済ませてしまうことがすごく多いので、紙コップも多めに持っていきます。お皿やカトラリーはホテルで借りても綺麗かなとは思いますが、海外って特別なことをお願いするとチップがいるかなと思うので持っていきます。お菓子類も肉エキスが使われていないか確認します。できるだけ旅の荷物を減らしたいなと思ってはいますが、自分にとって必要なものは携行し、現地での活動を支える荷造りをしたいなと思います。
海外では薬事法が違って市販では購入できない薬などもありますし、私は薬のアレルギーもあり、成分などが分かっている方が安心なので、もしかしたら使うかもしれないと思う薬剤たちを入れていきます。機内持ち込み手荷物に入れて OK な薬の量は機内で使用する分と決まっているので、あまり多く機内には持ち込めません。なくても困らない薬はスーツケースに入れていきます。変換プラグと充電器です。 EU 諸国ですと右下の小さな変換プラグで足りるのですが、念のため世界中で使えるタイプの方も持っていきます。この間、無印良品でも可愛い組み立て式の変換プラグを見かけました。可愛かったので買おうかなと一瞬迷ったのですが、私はこちらのガチャッと押して出るタイプのものが使い慣れているので、しばらくこちらを使っていこうと思います。日用品たちです。スリッパは機内持ち込みでも持っていきますが、水はけの悪いお風呂で水没したことがあるので予備を持っていきます。こちらの白いタオルは絞れない下着を洗濯した時に水分を拭き取るのに使ったり、あと今までそういう経験はないのですが、どうしても衛生環境的に信用できないホテルに当たってしまった時に枕カバーに敷いたりするのに持っておいています。それからこちらのコロコロですね。黒い服ですっごくいっぱいホコリがついてしまった時に、どうしてもコロコロをしたいということがかつてあったんですね。1回だけのことなんですけれども、その時に必要だったので未だに持ち歩いていますが、基本的にはいらないと思います。洗面用品とヘアケアグッズです。コード式コンセント式ヘアアイロンは預け入れ手荷物に入れて OK なので、スーツケースに入れていきます。スーツケースなどの預け入れ手荷物に入れていい化粧品やシャンプーの量は 500ml 以下の容器に入ったものを合計2リットルまでとされているので、こちらのような容器に詰め替えて持っていきます。こちらは海外旅行の必需品とおっしゃっている方が多いので買ってみたトリートメントです。1回分ずつ個包装されているので便利そうです。もう何十年も持ち歩いているハサミ、爪切り、ソーイングセットのキットです。持っていると役に立ちます。長距離フライトの時、歯磨きセットは機内に持ち込みますが、その際歯磨き粉などは液体類になるので、このような縦と横の辺の合計が40センチ以内のジップ式のパウチに入れて機内に持ち込む必要があります。さらに液体類を入れる容器にも決まりがあります。容器は全量が 100ml 以下、便宜上 100ml を 100g としているそうですが、100ml 以下の容器に入れたものをトータルで 1000ml、1リットルまでにしなければなりません。イギリスの引火液体を使ったテロ未遂事件以降、厳しくなっていた液体類の機内持ち込みですが、保安検査機器の性能が向上しているので、今後少しずつ緩和されていく予定だそうです。とはいえ、機内持ち込み手荷物も預け入れ手荷物も液体類の制限はまだ続いているので、没収されないように準備しようと思います。折りたたみ傘もスーツケースに忍ばせておきます。衣類に関しては全部お見せすると大変長くなってしまうので割愛しますが、これはおすすめだよというものだけ紹介させてください。真夏の旅行でない限りインナーだけ毎日変えて、外側はローテーションして 2,3 回着るようにしています。それでも拍数が多くなるとどんどん洋服が多くなって重くなるので、できるだけ軽いものを探しています。で、こちら最近見つけたんですけれども、とっても軽いのでおすすめです。預け入れ手荷物の重量制限もありますので、おしゃれも楽しみたいのですが、できるだけ軽くて機能性のいいものを持っていくようにしています。こちらのユニクロのジョガーパンツも軽くておすすめです。こちらは夫のお下がりなので大きめなのですが、超極暖ヒートテックをインナーに入れても余裕があるので気に入っています。3カ国回る予定の春先の旅行なので、温度調節がちょっと難しいかなと思っています。少し肌寒いかなと思う程度の時はこちら1枚で、確実に寒い日には機内持ち込みで持っているウルトラライトダウンをインナーに仕込んで調整しようと思います。
こちらは娘のものです。このように軽くて風を通さないアイテムは使い勝手がとってもいいです。娘の衣類もですね、できるだけ軽くしようと思っています。こちらの GU のものはですね、通年を通して使えるので、中のヒートテックなどで調整していこうと思います。ただね、私がどんなに荷物を軽くしようと試みていても、おしゃれをしたいお年頃の娘はこのようなね、おしゃれっぽいジーンズも持っていくと思います。衣類はこちらのダイソーで購入したトラベル圧縮袋にまとめていきます。3月から紫外線が強くなりますので、帽子も一応持っていきます。化粧品はね、お見せするほどのものを持っていないのですが、このような感じで持っていきます。今回ヨーロッパ内の移動でライアンエアーという LCC の航空会社を使うのですが、受託手荷物1個の重量の上限が20キロまでなんです。大きなスーツケースを使うとたくさん入ってしまって重量オーバーの危険があるので、小さめのスーツケースで行こうと思います。2つ目のスーツケースは今のところ娘のこのおもちゃのようなキャリーケースでもいけそうですが、少しでも持ち物が増えたらアウトかなと思います。荷物を分散させるためにも、こちらのスーツケースと同じぐらいの大きさのものがもう一つあった方がいいのかなと思います。皆さんはどのようなスーツケースをお使いですか？フロントオープンタイプだとこのようにホテルでラックのようにして使えるので便利かなと思います。フロントオープンのこれより少し大きめを今検討中です。春の旅行の動画をアップするときに今回の荷物の振り返りもできたらなと思います。ぜひチャンネル登録をしてお付き合いいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。